皆さんこんにちは。お茶カフェの日本語教師よしえです。今日はバレーボールの日本代表選手、そして現在イタリアセリエ A のパドバのチームで活躍されているバレーボール選手の高橋藍選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。こんにちは。はい、今日は高橋藍選手に、いろんな質問をしてみたいと思うんですが、今現在高橋藍選手はパドバのイスティトゥート・イルムリーノでイタリア語を勉強しています。はい。はい。ということで、お世話になってます。はい。それではまず一つ目の質問、イタリア語は難しいですか？もう難しいです。日本語と逆というか、日本語とはまだ全然違うので、なかなか難しいです。なるほど。はい。まだでもまだ始めたばっかりですね。はい。イタリアはどうですか？イタリア自体は。イタリアもご飯が美味しくて、まだね、日本とそれもまた違って、こっちはお米もご飯を食べるってなってもリゾットで食べるんで、本当にイタリアの料理美味しいなってすごい好きです。よかったです。で、イタリアの食べ物で一番好きな料理は？一番好きなのはもうカルボナーラです。僕はカルボナーラが大好きです。カルボナーラ、はい、カルボナーラが大好きだそうです。大好きです。はい。お休みの日は何をしていますか？休みの日は、気分転換に音楽を聴きながら近くの公園で散歩したりとか、外に出ることが多いですね。そうですか。音楽が結構お好きなんですよね。音楽めちゃめちゃ聴きます。じゃあイタリアの方に日本の音楽でこれはおすすめっていう最近おすすめのアーティストっていうのはありますか？最近聴いてるのが、ユーリさんという、アーティストさんの、曲がすごい好きなので、ぜひ聴いてください。ユーリさんの曲はすごいいい曲ばかりなのでおすすめです。なるほど。はい、私も聴いてみたいと思います。アニメは今イタリアでは、今というかもう前から、もうイタリアでは日本のアニメが大人気ですが、アニメでおすすめのは何でしょう？アニメでも一番好きなのはまずはワンピース。どのアニメもすごく、日本のアニメすごいんですけど、一番も自分が小さい頃から読んでるのはワンピースです。ワンピース、はい、そうですね。イタリアでもワンピースファンはたくさん多いですね。います。はい。そんなイタリアに来て、どうして最初は英語を勉強していたんですが、今年からイタリア語を勉強しようって思ったその心境の変化というか、どうしてイタリア語を勉強しようと思ったんですか？まずやっぱり全世界でというか、必要なのは英語がすごく重要だなっていうのがあって、前来た期間はイタリアでの期間がすごく短かったんで、少しでも英語を勉強してっていうので、それなりに英語が上達して、で、今年は自分がパドバっていうチームでプレーするにも、やっぱりチームのみんなとコミュニケーションを取るためにイタリア語が必要っていうのを、すごく去年も感じてたので、少しでも監督の言ってることであったりとか、チームメイトが言ってることを理解して、で自分も伝えれるようになったら、またそのチーム同士の関係だったりとか、余計信頼とかまた深まったりするんで、イタリア語がすごく習得できたらもっと良くなるなっていうのを感じた分、イタリア語を勉強したいなって思いました。なるほど。はい、イタリア語の勉強を引き続き頑張ってください。頑張ります。はい。で、イタリアに来て今チームメイトの話がありましたけど、チームメイトたくさんいろんな国からのチームメイトがいるということなんですけれども、日本に興味がある人はいますか？今いるチームメイトの中で一人セッターのサイット選手っていう選手がすごく日本語を少し勉強してて、お疲れとか、私は元気とか、そういう簡単な日本語を少し話したりして日本語をコミュニケーション取ったりもするので、やっぱ若いというか、もう本当にイタリア人すごい日本のアニメが好きで、そういう、ワンピースとか他のアニメでもそういうところからコミュニケーションを取ったり、すごい日本のアニメとかってすごい人気なんだなっていうのを改めて感じてます。じゃあ日本のアニメを通してコミュニケーションを取れるってことですね。いいですね。イタリアに来て驚いたことっていうのはありますか？イタリアに来て驚いたことは、やっぱり周りの目を気にしないっていうのはイタリアに来てすごい感じるなっていうのがあって、もう
イタリアではカップルが道端で歩いて、手をつないだりハグをしたりとか、それ普通にするのは、日本じゃなかなかそういうのは結構外でやるっていうのはなかなかあんまりない光景なんで、そういうのを見てやっぱりイタリアで、少し自由だなというか、結構オープンだなっていうのはすごく感じました。なるほど、そういうところが日本と違うところということで、そうですか。バレーボールをもう小さい時からずっと続けて、今まで来られていましたけど、14年ぐらいかな。14年。もしバレーボールをしていなかったら、今どんな人生を送っていたと思いますか？スポーツをするのがすごい好きだったんで、それなりにどのスポーツも結構小さい頃やってたりとか、公園でお父さんと一緒に遊んだりしてたんで、よくやってたのが野球。お父さんが野球やってるっていうので、野球をよく公園でキャッチボールしてたりしてたんで、多分何かしらのスポーツ選手に、野球選手になってたんじゃないかなっていうのは思います。そうですね。そういう人生もあったかもしれないということで、はい。でも結局バレーボールでオリンピックにも出場されて、オリンピックに出た経験は自分の中ではどうでしたか？本当にバレーを始めた頃からやっぱオリンピックっていうのが一番大きな大会で、そのオリンピックにやっぱり出ることが意味があるっていうのをずっと思いながらバレーボールやってきたんで、それが本当に19歳の年で、夢が叶ったというか、そのオリンピックの舞台に立てて、で感じたのが、本当に夢が叶った分すごいその場に立ってたことが嬉しかったんですけど、やっぱりそれにかけてきた思いだったり、他国の他の国の選手がやっぱりそれに対して本当にメダルを取るっていう強い意志とか、それにかけてるっていうものをすごく改めて感じたんで、やっぱり経験できた分、さらに次のオリンピックで自分が本当にメダルを出場するだけじゃなくてメダルを取りに行くっていう気持ちが変わったなと思います。なるほど。はい。じゃあ、あと2つぐらい質問させてもらおうと思うんですけど、今日本からイタリアという全く違う環境、違う文化の国に来て、でバレーボールプロバレーボール選手として挑戦をずっと続けていらっしゃいますが、そう異文化の中で生活するにあたって自分なりに気をつけていることっていうのはありますか？一番はやっぱりもう文化が違う分、マナーであったりとか、食事の時のマナーであったり、いろいろそういうマナーが違うことによって日本では当たり前だけどイタリアでやってしまうとそれはちょっとマナーが悪いってなってしまうところとかもあったりするんで、だから先に自分がやるというよりやっぱりイタリア人がやってるのを見て、それを基本真似して雰囲気を感じ取って、そのマナー、イタリアでのマナーが悪くならないようにっていうのはすごく気をつけてます。なるほど。そうやってイタリアに馴染んでいこうっていう努力をしているということですね。日本に逆にイタリア人の方で今日本に行って日本で生活してみたいって思っている方もたくさんいて、うちの学校でも日本語をそれを目指して日本語を勉強している人がたくさんいるんですけれども、そういった方に日本に行くためにはどんなアドバイスがありますか？そうですね、かなり日本人ってやっぱり、言語がやっぱ本当に日本語がもう主で、英語であったりとか他の言語もほとんど喋れない人がやっぱ多いんで、やっぱり日本語をかなり勉強していかないとやっぱ通じなかったりとかもするんで、やっぱりすごい言語のところがすごい大切だなって思いますし、やっぱりあとはイタリアと違ってご飯食べるにもお箸を使うんで、お箸を使えるとご飯もスムーズに食べれるんじゃないかなと思います大事ですよね。大事です。お箸をきれいに使えるっていうのは。はい。というわけで、これから日本語を勉強している方もぜひね、日本語を頑張って勉強して日本に行っていただきたいと思います。頑張ってください。はい。逆にね、イタリア語をね、頑張ります。はい。ぜひぜひ試合でイタリア語、日本語でファンの方とコミュニケーションをされたらいいですね。はい。じゃありがとうございました。今日は。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。日本語を勉強している皆さん、ぜひ、日本語の勉強頑張ってください。僕もイタリア語の勉強頑張ります。ありがとうございました。